Ready? はい、というわけで始まりましたあらせんラジオ原田専門家でございます。今日お話しするのはあれですよ。見ました？昨日のダウンタウンデラックス見ました？またあれですよ、映ってましたね。あれちょっと待って、今日顔が動かない。あれどうしちゃった？ちょっと待ってよ。動かないけど、まあいっか。年に一度はテレビに映るで、おなじみのなんですが、昨日もね、映りまして、なんと今年2月のこの5日の時点で2度もテレビに映っておりました全国放送ゴールデンね。すごいね。2日3日ぐらい前にこの日打ち合わせ行けますか、こういう風に撮りたいんで行けますかって言われて、あれはね、確かフジテレビの湾岸スタジオの楽屋ですね。スカットジャパンの収録後前どっちかにまあ決まって、いつもそういったテレビの収録の合間前後で打ち合わせをしていることが多いんですが、そこにカメラが来てネタ打ち合わせの雰囲気を撮らせてくださいっていうので来てましたね。でいつもというかね、この間のもそうでしたけども、本当にあんな感じでまんま何の脚色もなく、あんな感じでやってますね。事前にこういう風にやりましょうってね、台本がちらっとね、僕の持ってた台本がちらっと映ってて、赤でいろいろ書いてたのが、もうあの時点で台本に書き込んでる絵をもとに、下書きですね、あれをちゃんとパソコンで作って、動きがあれば動きをつけて、それをチェックして、動きの場合はね、ほとんど間のチェックですね。このタイミングですね。をしてますね。で、いつもというかね、時間のない時は、間をね、測るために、録画して、こうなりましたって感じで、内のツッコミのね、タイミングをこう録音したり、録画して、それ持ち帰って、で、その間に合わせて作ったりっていうのを、たまーにやりますけどね、みたいな感じで、ああやって、本当に、こう、僕も、長いんで、これぐらいの間で突っ込むなとか、っていうのをあらかじめね、仕込んで、それを確認してもらうっていう作業をしてますね。で、昨日映ってたのは不動産のネタなんですけど、ずいぶん昔にやったネタを、ちょっとブラッシュアップして、またね、YouTube の方でやりますから、ね、それたまたまね、それ昨日放送してましたけど、そのネタの収録を昨日しておりましてね、ちょうどほんとその時間に、ダウンタウンデラックスが放送されている時間に、ルミネの舞台を使って収録しておりましたね。なので、もう今年はすでに年にね、一度テレビに映るか映らないかなのに、もうすでに2度も、2月の時点で2度ですからね、これ、月1ペースであるんじゃないですか。来月もね、何かあるんじゃないですか。他、陣内がよく出ている番組、何がスカットジャパンがあるでしょ。それから何があります？アッコにお任せがありますよ。それから何があったかな。アッコ、スカットジャパン、ダウンタウンデラックスでしょ。それからそんなもんか。エンタはエンタでね、またあるのかな。だいたい3ヶ月4ヶ月に1回ぐらいありますもんね。
ってな感じで、なんとダウンタウンデラックスに出ちゃいましたと。ね、浜田さんがね、ワイプでなんか言ってるなと思って、録画をね、よーく聞いてみたら、こうやってくれる人が いるんだみたいな話をしてましたね。で、ダウンタウンの2人にはちゃんと会ったことってね、こう収録中を見かけたりとかしたことあるんですけど、挨拶を交わしたことはないんですよね。まだない。見かけたことはあります。お二方ともないですね。見かけたことは当然ありますけども、ドリーム東西の時はね、収録現場にいながら、ほぼモニターでしか見て生で見てないですね。いつも西軍のね、後ろ側、西軍の座っている後ろ側に、なんていうんですかね、技術さんのブースがありましてね、音声さん、照明さん、それから VE さんじゃないな、あれ、舞台用の映像とか、出囃子の時のあれを V 出す人が、西軍の、体が動いた。席の後ろにね、ブースがありまして、そこで、このいつも収録中寒いんですよ。ガタガタ震えながらやってますね。なので、ちゃんとね、ご挨拶をしたことがまだ一度もないですね。何度かそういう収録現場にはね、行ったことあるんですけど、それからそうですね、その辺の吉本の芸人でまだちゃんと会ったことがないっていうのは、ダウンタウンさんはじめ今田さんもないですね。今田さん、東野さんは行列の時に会いましたね。板尾さんもないな。木村祐一さんはね、ありますね。木村祐一さんは立川談慶さんの落語会に行った時に席が近くて挨拶しましたね。その時にウーマンの村本くんが木村さんと一緒に来てましたね。あれね、もうずいぶん前ですけど、木村一さんはあって、今田さんないでしょう。東野さんあってですかね。その上の方というか、ね、NSC の木で言うと、そこから随分空いて、で、雨上がりさんはね、よく知っておりますね。2丁目劇場時代に。宮迫さんはね、福島に住んでたんですけど、ABC 朝日放送のね、近く、福島に住んでた時に一度だけね、家に行って、いらん服やるわってもらった覚えがありますね。ずいぶん昔ですよ。なので7期生以降はだいたいそうですね、会ったことはありますかね。逆に下に行くとね、もう知らない方が多いな。劇場を離れちゃってからはね、あんまり知らない。だからどこまでだ、ネゴシックスは知っているな。その下、でもその辺だな、ギリ違うかな、みたいなことがありますね。という感じで、昨日のね、本当にいつも本当にあんな感じですね。あんな感じですね。わーって見せて、いいと思うってね、言われて、よかったって、思ってやっておりますね。近々かな。近々と言っても、今月
来月頭ぐらいにはYouTube の方でネタが見れると思いますので、お楽しみにという感じですね。はい。てな感じで、年に1回はテレビに映ると思ったら、なんと月に1回映ってたというね、もうね、本当に、なんていうんですか、どうでもいい話でした。あとね、あそこフジテレビのね、湾岸スタジオの楽屋だったんだっていうね、感じですかね。ネタパレでしたよ。たまに最近はあんまり見ないですけど、ちょっと前はネタパレの前説にエル歌舞伎がね、来てたんで、楽屋にね、エル歌舞伎の張り紙がしてあったら挨拶しましたけど、なかなか収録前か後ろでやるんで、打ち合わせを。こう、他の出演者さんを見かけることはあんまりないかな。ある時もあるかな。あるな。この間なんか、TMC、違うよ。それこそ、それだ。違うの。ダウンタウンデラックスの収録じゃなかったかな。の時、打ち合わせ行ったら、1週間ぐらい前ですよ。剛さんがおって、中川家の、久しぶりにね、あんまり、本番前なのか、バタバタしてるので、あんまりそうやってね、顔で出したりしないですけど、廊下でたまたま、見かけたとかすれ違ったんで、ね、久しぶりやー言って、声かけましたけどね、みたいなところで、ね、本当に、あんな感じですね、いつも。というお話でした。身がない。ね。すごいね。はい。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明日も聞いてね。聞いたってや。ね。はい。ありがとうございました。